おもろいでしょ。ちょっとこれ写真撮ってなかったから。これね、原稿はね、もっと満開毛でね、ちょっと分かりにくかったから、色をちょっと淡くしたらいいかな。こんなんやってん。それをこういう感じで。それじゃあ、紙貼っていく作業にしますわね。原始的ねこんなやり方で貼ってます。こんなんが一番最初に残した文ですわ。ワイルドスピード言うてジェイソン・ステイサムさん、これ。それと、グラディエーターとかね、個人的にもものすごく好きですね。今のじゃないしね、昔のね、それがこうやってまた書かせてもらう機会があって、だからそんなんは、こんなん残しとこうかなと思って、残したりしてます。これ見て、ものすごく嬉しかったよ。これな、スポーツニッポン、スポニチ、これ大谷翔平とね、山本が映ってますね。山本由伸が契約、ドジャースでものすごく契約したいで、由伸が。その時偶然ね、僕このエクスペンダブルス言うて、今のジェイソン・ステイサムとスタローンのね、新聞の広告の絵描かせてもらいましたね。それちょうどこの面に載りましてね、ものすごいびっくりしましたわ。新聞社さんにできましたよで、言うて、これの面に映ってるこっちはちょっと自分の父親がね、
これは今僕ここに掲げてるのは新世界の劇場さんの分だけやけどね、昔はいろんな劇場してたんでね、これは道頓堀とか梅田の映画館で掲げてた看板、そのまま20秒ぐらい残して、親父が本に載せてもらったっちゃう。ミスター・ビーン。おもろいでしょ。息子言うのないけど、親さんものすごい上手やった。このさ、もうワンやもうわ。綺麗な色で描いてるな。はい、こんなもんですな。もう親父の方が迷いないいうか、ガッとこう捉えてるわね。力ものすごい入れてたからね。もうええんちゃうのでもうさいとか言ってずーっと自分納得するまで筆を置かんかったね。うん。これ何やろうな、イヤリングかな、耳か、耳タオルやな。この辺にもう題名入れて、この辺にサブタイトル入れる感じ。街の中というなんとなくイメージで、同じような系統のところにちょっとこういう新橋の水色とか入ってるやん、差し色いうんかな、こんなんをちょっと掴んで入れるとかね、入れてるでしょ、ここにブルー系、ちょっと変化を持たしつつ描きながら、ちょっとおかしいな、不自然やないうとこがバーッと勢いでバーッとやってます。これ自家製の冊子ね、こんな大きな作って手作りの冊子。
何と何を混ぜたらどんな色になるかいうのを頭に入ってなかったらちょっとね迷うね、色作るときに。自分でね家見た時にねちょっと緑がかかってるなとか思ったら緑入れたり、それでこれがもう仕上がりじゃないんですわ。それを今からどんどんこれ重ねていってやっていくからね。だから髪の毛は黒い色、どこそこは赤い色とかそういうあまり固定観念はないです。やっぱり父親が描いてたのずっと見てたんと、自分である程度の大きさに描くでしょ。それ父親に手入れてもらうの。原稿見てここはこうやなとか、もっと思い切ってここは綺麗な色作ってよく見ていうので、それと重ねて描いていけと。ぼかすんやなしにね、水彩みたいに重ねてこう一つのものにしていく。父親であり師匠ですから。昔はね、絵の買ってるような会社がね、筆も頼んだら持ってきてもらって自分でこれとこれ買ったりしてましたけどね。信屋さんもみんないっぱい辞めていってますわ。長い間にね、やっぱり描ける人がいてないようになったら商売成り立ちませんわな。ここによく聞かれるんですよ。どないしはんの言うて。いやもう私も息子もおるけど、重要かなんぼでもあってね、先がねまだまだ商売できるないうようなことやないからね、ずっとなりわいでね、うちの父親が続けて好きやった仕事やねんけども、完成しましたね。こだわってるとこ言ったら弱い絵にならんようにダイナミックに
アップで見たら荒いような感じやけども、離れてみたら、インパクトのあるいうか、おっというようなね。やっぱり手書きの方が目を引くいうか、あったかい感じするわね。それがいつの間にかコンピューターが出てきてね、それがもう当たり前みたいになってんのがね、やっぱり僕らはちょっとなんか面白ないないうかな。10分はもうちょっとしてから出ますんで。はい。はい、お願いします。やっぱりみんな足を止めてね、見てくれるっていうのがやりがいになりますわね。新世界に旅行に来られた方とかもね、人力車いうんですか、あれでぐるっとこう回るコースになってるみたいでね、ここに止めてこう手書きの看板珍しいでしょうみたいな、その旅行者の人に車夫の人が説明したりするの何回か聞いてましてね、もう頑張らなあかんな思います手書きの映画看板があったいうこと自体がね、唯一残ってるとこでここなくなったらもうそれこそ忘れ去られていくようなね、親父からのね、なりわいいうかな、ずっとやってることなんで続けたいと思います。上手だよね。